日は台湾カステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は台湾カステラを作りたいと思います。はい、ということで今回はふわふわしっとりで美味しい台湾カステラを作っていきます。以前私のチャンネルでも台湾カステラレシピをご紹介したんですが、今回は18センチのスクエア型のレシピをご紹介していきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、薄力粉、牛乳、お砂糖、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵なんですが、今回は M サイズの卵を使用していきます。こちらの卵に関しましては、常温に戻した状態で作り始めてください。そして甘みはお砂糖を使っていきます。こちらはお好みでグラニュー糖でも OK です。グラニュー糖を使っていただくと、どちらかというとすっきりとした仕上がりになります。お砂糖を使うとコクのある仕上がりになります。こちらはお好みで OK です。そしてサラダ油ですね。こちらに関しましては、サラダ油、米油、キャノーラ油など香りのない油を使うようにしてください。そして今回は18センチのスクエア型を使っていきます。こちらですね、このようにクッキングシートを正方形に切って、そして4箇所にね、このように切れ込みを入れてください。そして型に敷き詰めます。敷き詰めるときはこの短い方ですね、こちら側が後ろになるように敷き詰めていきます。はい、OK です。さらにですね、肩からだいたい2センチぐらいはみ出るようにクッキングシートは切ってください。ちなみに今回私が使ってるのが繰り返し使えるオーブンシートで、1回切っておくと何回も使えるのでおすすめです。こちらの型の準備は必ず生地を作る前に行ってください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、卵を卵白と卵黄に分けてください。卵白は泡立てるので、できるだけ大きめのボウルに入れましょう。それでは分けていきます。はい、そして卵黄はこちらです。はい、これで OK です。このように卵の卵白と卵黄を分けてください。こちらの卵白に関しましては、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが良くなります。それでは続いて卵黄生地を作っていきます。まずはじめにこちらのサラダ油を温めていきます。こちらを耐熱のボウルに入れてください。この後薄力粉を混ぜていくんですけれども、サラダ油と牛乳を温めていただくことで、薄力粉自体が水分を含みやすい状態になります。よって台湾カステラがとてもしっとりふわふわな仕上がりになります。それではこちらのサラダ油を電子レンジ 600W で1分加熱します。 500W の場合はプラス15秒ほど加熱してください。こちらなんですけれども、加熱しすぎると油跳ねしたりとかしますので、加熱のしすぎには注意してください。それでは温めます。はい、温めました。油がすごく熱くなっているので、やけどしないようにだけ注意してください。そうしましたら続いてこちらの薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。ふるって加えたら素早く泡立て器で混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。あとね、最初の方粉が飛び散らないようにちょっと静かめに混ぜていただくといいかなと思います。はい、OK です。このようにダマがなくなるまでしっかりと混ぜてください。今ね、このような状態です。それでは続いてここに牛乳を加えていきます。こちらの牛乳も電子レンジで加熱して温めてから加えてください。電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そうしましたら牛乳を加えます。一度に加えちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、こちらもね、ダマにならないように手早くよく混ぜてください。今ね、このようなちょっともったりとした生地感になってます。それでは続いてここに先ほど分けた卵黄を一つずつ加えて混ぜていきます。一度に加えると混ぜムラの原因になったりしますので、必ず一つずつ加えてその都度混ぜるようにしてください。では加えていきます。よいしょ。そして混ぜます。よく混ざったらもう一つ加えます。
そして混ぜましょう。そしてもう一つ加えます。そして混ぜます。これをね6回繰り返してください。はい、よく混ざりました。このようにね、綺麗に均一になるように混ぜてください。生地はね、先ほどよりもちょっと緩めになってます。このぐらいの生地の硬さになります。卵黄生地はこれで OK です。それでは続いて卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを150度に予熱し始めてください。それではですね、まだ何も入れない状態でハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、今20秒泡立てました。20秒泡立てるとこのようにね、きめの粗い泡が立ってきます。そうしましたら続いてお砂糖を半分加えます。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で今度は30秒泡立てていきます。はい、OK です。先ほどよりもね、ふわっとした感じになってます。そうしましたら残りのお砂糖を加えてください。そしてまた同じようにハンドミキサーの高速で30秒泡立てます。はい、OK です。そうするとね、このぐらいですね。先ほどよりも泡が立ってます。最後は低速で1分30秒泡立てます。はい、OK です。今1分30秒泡立てました。最後ね、低速でしっかり泡立てていただくことで、このようにね、きめの細かい仕上がりになります。もしね、1分30秒泡立てても、ちょっとまだ緩い時は、もう少し泡立ててみてください。それではですね、まずこちらの卵黄生地にメレンゲを1すくい入れてください。そしてよく混ぜましょう。1回目はね、しっかりめに混ぜてください。2つの生地をなじませるイメージです。よく混ざれば OK です。そうしましたらもう一すくい入れてください。今度はですね、泡立て器でふわっと混ぜていきます。この時ね、ボウルも一緒に回していただくと混ぜやすいと思います。これで OK です。少しね、筋が残るぐらいまで混ぜてください。それでは3回目ですね。今度はですね、こちらメレンゲの方に生地を戻し入れます。こうしていただくと混ぜムラを防ぐことができます。このように全部入れたら、また同じようにふわっと混ぜていきます。今度はですね、卵白の筋が残らないように混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら最後はですね、ゴムベラでふわっと全体を混ぜます。底の部分にね、残ってる時があるので、そこから生地を持ち上げるように混ぜてください。はい、 OK です。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーっとつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。そうしましたらこちらを型に入れていきます。それではですね、用意しておいた型の中に生地を流し入れます。竹串で全体をぐるぐるして大きい気泡などを潰していきます。あとはですね、少し高いところから 2,3 回落としてください。はい、 OK です。それでは今からこちらを湯煎焼きしていきます。まずですね、肩が入るぐらいのバットを用意してください。もしこういうバットがない場合は、耐熱のココットなどにお湯を入れて一緒に焼いてください。そうすることで湯煎焼きと同じ効果を得ることができます。それではですね、ここにキッチンペーパーを 2,3 枚重ねて敷きます。このように1枚挟んでいただくことで、ゆっくり熱が伝わってひび割れを防ぐことができます。そしたらこの上に型を置きます。そしてお湯を注ぎ入れます。だいたい80度前後のお湯を注ぎ入れてください。沸騰直前ぐらいのお湯ですね。そこからだいたい2センチぐらいですね。そのぐらい入れていただくといいかなと思います。ココットの場合は2つぐらいね、入れていただくといいかなと思います。それではですね、こちらを150度に予熱したオーブンで60分焼いていきます。途中でもしひび割れしそうになった場合は、一度オーブンの扉を開けて 2,3 秒空気の入れ替えをしてみてください。そうすることでひび割れを防ぐことができます。それでは焼いていきます。はい、ふっくら美味しそうに焼き上がりました。それでは型から外したいと思います。ではオーブンシートを剥がします。はい、このようにふわふわに焼き上がりました。これで完成です。それではね、切りたいと思います。
のようにふわふわに仕上がってます。そして出来たてはプルップルです。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうふわふわしっとりです。すっごく美味しいです。甘さも程よい甘さに仕上がってます。中はすごくふわふわしっとりなんですが、この表面の部分がしっかり焼けてるので、その分香ばしい香りも加わって、その香りがすごくアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の台湾カステラのポイントです。まずこの台湾カステラを作る時のポイントなんですが、油と牛乳を温めて、そして薄力粉と混ぜてください。油と牛乳を温めて薄力粉と混ぜていただくことで、薄力粉自体が水分を含みやすい状態になります。なのでこのようにふわふわしっとりで美味しい仕上がりになります。こちらの油の加熱時間なんですが、今回 600W で1分間加熱してます。それ以上加熱してしまうとすごく熱々になってしまうので、1分以上は温めないようにしてください。今回私は 600W で温めてるんですが、 600W がない場合は 500W でだいたいプラス15秒で加熱するようにしてください。そして油を加熱したら、その後すぐ薄力粉をふるって加えて手早く混ぜてください。その後はですね、牛乳を加熱して、牛乳も温かい状態で加えてしっかりと混ぜましょう。続いて卵黄を加えるんですが、この卵黄もですね、一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができるのと、生地の馴染みが良くなります。そして卵白なんですが、こちらはね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そして泡立てる時なんですが、低速で泡立てる時間を長くしていただくことで、とてもきめの細かい仕上がりになります。この卵白に関しましては、泡立てすぎると表面のひび割れの原因になりますので、泡立てすぎには注意するようにしてください。そして卵黄生地と混ぜる時のポイントなんですが、1回目はしっかりめに混ぜてください。そして2回目からはふんわり混ぜて、3回目泡立て器でふわっと混ぜた後は、最後仕上げでゴムベラでね、そこから生地をすくい上げるように混ぜてみてください。そうすることで全体を均一に混ぜることができます。あとはね、もう焼くだけなんですが、焼く時は湯煎焼きしてください。今回バットを使って湯煎焼きしたんですが、このようなバットがない時は耐熱のココットなどにお湯を入れて、そして一緒に焼くようにしてください。そうすると湯煎焼きと同じような効果が得られます。そして焼いている最中なんですが、もしね、表面にひびが入りそうな時は少し扉を開けて空気を入れ替えてみてください。そしてその後ですね、また同じように焼いていただけたらと思います。この焼き時間に関してなんですけれども、お使いのオーブンによって適正な焼き時間が変わる場合があります。なのでもし生焼きが心配な場合は、出来上がったら一度真ん中に竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてみてください。もし生の生地がついてきた時はプラス5分から10分ほど焼いていただくといいかなと思います。あとは出来上がったら型から外して、そしてお好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。どうしてもね、オーブンシートを外した後はちょっとね、しぼんでしまうんですが、中のふわふわ感はキープされるので、そのまま美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は台湾カステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。